オリーブ石鹸の使い心地はしっとりとしていて肌に優しいですが、泡立ちが足りない、柔らかすぎると思ったことはありませんか？今回はオリーブオイルメインのレシピで、きめ細かい泡と扱いやすい硬さを持ったハイブリッドな石鹸を作ります。レシピのポイントは、火性ソーダに加えて火性カリウム、乳酸ナトリウムを入れることです。アルカリの計算の仕方は後ほどご説明します。水に火性ソーダを入れ、よく溶かします。次に火性カリを溶かします。先に火性カリを溶かすと、ドロドロとして火性ソーダが溶けづらくなるので、火性ソーダが完全に溶けたら、その後に火性カリを溶かしてください。温度が40度ぐらいに下がったら、アルカリ水に乳酸ナトリウムを入れます。アルカリ水の温度が高いまま乳酸ナトリウムを溶かしても問題ないですが、飛び跳ねが危険なので、温度が下がったら入れるようにしてください。40度ぐらいに温めたオイルにアルカリ水を入れてよく混ぜます。トレースが出たら型に入れます。ラップをして保温箱に入れます。まず、計算方法の流れを示します。火性ソーダ 70% と火性カリ 30% の比率にし、両方のディスカウントは 5% にします。オイルの火性ソーダ検価価、火性カリ検価価を準備します。今回のレシピで、まず 95% 検価するのに必要な量をそれぞれ計算します。それぞれの比率、火性ソーダ 70%、火性カリ 30% をかけます。火性カリは 0.3 をかけた後、純度で割ります。この純度は商品によって違います。水はオイルの 30% にします。水を減らしすぎるとアルカリが溶けにくくなります。よってまとめると、水 75g に火性ソーダ 24g を溶かし、次に火性カリを 17g 溶かすとなります。次に乳酸ナトリウムについてです。乳酸ナトリウムはコールドプロセス法の石鹸作りにおいて、特に硬さとカットのしやすさをコントロールするための添加剤です。乳酸ナトリウムはサトウキビやトウモロコシなど糖を発酵させて作られる乳酸を中和してナトリウム塩にしたものです。非常に高い吸湿性を持っており、石鹸の完成後も肌の水分保持力を助けます。石鹸の検価反応自体を早めるわけではありませんが、石鹸が固まる過程において
内部の結晶構造をより強固に緻密にする働きがあります。型の壁面から石鹸がスムーズに剥がれるようにする効果があります。柔らかい石鹸がシャープに切れるようになります。乳酸ナトリウムは市販品で通常 60% 濃度の液体として販売されています。これをオイル総重量に対して1から 3% 入れます。今回はオイルの 3% 入れました。オリーブオイルの保湿力を生かしながらきめ細かい泡立ちにし、溶け崩れの少ないオリーブ石鹸を作ることができました。ぜひ作ってみてください。